ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はガーベラの描き方について私なりに説明していきたいと思います。この筆の作り方、使い方、また長い線の引き方についても説明していますので、参考になれば嬉しく思います。正面から見たガーベラの花は丸を基本に考えます。中央に花芯の丸を描き、そこから円周に向かって花びらを広げていきます。上下左右の花びらを先に描くとバランスが取りやすいように思います。花びらの形は細長い楕円形で、それを何枚も描いていきましょう。花びらと花びらの間に奥の花びらを描くと、何枚も重なっているガーベラの花の様子を描くことができると思います。花びらの筋や花粉の様子も描き加えました。花芯からさらに小さい花びらが出ている場合もあるので、それを描き加えても良いと思います。茎は中心から伸びているように描いていくことが大事です。斜め上から見たガーベラの花は楕円形を基本に考えます。今回は花芯の楕円形はやや下の方に持ってきました。下絵を簡単に済ませたい場合はこの円だけで大丈夫だと思います。花びらは花芯から円周に向かって描いていきます。花芯が下の方にあるので、手前の花びらは短い花びらになります。先ほどと同じように花びらと花びらの間の奥の花びらを描いたり、手前の短い花びらを描いて仕上げていきました。茎は花芯から伸びていくように描いていきましょう。斜め下から見たガーベラも楕円形を基本に考えます。中央よりやや下の方に楕円形を描き、そこから U の字が広がったような形を描きます。花びらに向かって伸びているギザギザした部分を描き、縦の筋を描いていきます。花びらは先ほど描いた小さい楕円形から外側の円周に向かって描いていきます。間に見える花びらを描き、奥に見える短い花びらも描いていきましょう。手前の方に重なった花びらを描いても良いと思います。花の中央から伸びているように茎を描いて出来上がりです。横から見たガーベラの花は薄いお皿をひっくり返したような形と上が広がった U の字を組み合わせて描いていきました。花びらがしっかり開いた花の形です。奥の花びら、手前の花びらはとても短くなります。茎の流れに変化をつけるため少しカーブをつけてみました。それでは実際に描いていきましょう。下絵は輪郭と花芯を描いた簡単な下絵です。絵の具はベルタのクリムゾン、OJ、サンブライトイエロー、ストロー、ウェッジウッドグリーン、ダークフォレストグリーンを使いました。筆は丸筆の2番を使っています。花びらは筆に赤を取り、筆先に少しオレンジを取り、それをストロークして描いていきます。正面から見た花を描いていきます。上と左右に花びらを描き、その間を埋めるようにして
花びらを描いていきました。後から描く花芯でストロークの最後は隠れてしまうので、ストロークの最後の形をあまり気にしないでどんどん描いていきましょう。花びらを重ねて描く場合、色に少し変化をつけて花びら一枚一枚がわかるように描いていきます。上に重なっている花びらは赤とオレンジのミックスの色に少し黄色を足して描いていきました。手前にある短めの花びらも描いていきました。花びらの色が同じになってしまった場合は少し黄色やオレンジを足して一枚一枚わかるようにしました。花芯はステンシルブラシを使いました。筆に絵の具を取り、パレットの上で絵の具をある程度落としてから花芯を描いていきます。筆のコーナーを使って花芯の円周のあたりに色を落としています。サイズの小さいステンシルブラシの代わりになる筆があれば描きやすいと思い、筆を作ってみました。この筆は100円ショップのダイソーで購入した4本100円の筆の一番小さいサイズの筆です。その筆の毛の先を3分の2ほどハサミでカットして作りました。ステンシルブラシの代わりに同じように使っていきます。花芯の中央の色はウェッジウッドグリーンです。よく絵の具を拭き取ってから次の色に移ります。花芯の黄色を明るくしたかったのでサンブライトイエローをのせています。ダークフォレストグリーンを使い中央の緑に変化をつけました。さらにダークフォレストで円周を囲み花芯をはっきりさせてみました。斜め上から見たガーベラを描いていきます。左右中央に花びらを描き、その間を埋めるようにして他の花びらを描いていきます。ストロークを少しカーブさせることによって花びらの反り返った感じが表せると思います。手前の花びらは短くストロークしていきましょう。重なっている花びらはオレンジや黄色の色を強くして一枚一枚の花びらがわかるようにしてみました。花芯は形が円から楕円形になるだけで描き方は先ほどと同じです。斜め下から見たガーベラの花は花びらの色を明るくします。オレンジや黄色を強めた色です。ガーベラの花を裏から見ると随分花びらの色が違うので、それを表してみようと思います。楕円の円周から花芯の部分に向かってストロークをしていきましょう。角の部分をウェッジウッドグリーンとダークフォレストグリーンで描いていきます。筆は丸筆の2番です。根元から花びらに向かって S ストロークの要領で描いていきましょう。濃い緑と白っぽい緑が筋のように出てくると良いと思います。茎を描く前に同じ太さで線を描く練習をしたいと思います。手を紙から離して描くと筆が不安定になる場合があります。私のやり方ですが、小指の一部を紙につけ
手の高さを一定にすると同じ太さの線が描きやすくなるように思います。手と筆を固定させ、手前に引っ張ってくる感じです。少しカーブさせ茎を描いていきました。色が薄い場合はもう一度重ねてストロークをしています。横から見た花も同じように花芯に向かってストロークをしていきます。今回はよく開いた花の横向きを描く予定でいました。ですが、紙に絵の具がついてしまい、それをカバーするために花びらが立った横向きの花を描くことにしました。枠は先ほどと同じように描いていきました。この茎はカーブに少し変化をつけています。ガーベラの花が完成しました。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録、とても励みになります。よろしくお願いします。また、感想やリクエストなどございましたら、コメント欄で伝えていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。